五十嵐さん的には、今後はどうしていきたいとかあるんですか？シンプルに。シンプルに、なんか事業の中では、やっぱりその自分が困ったことうん。で一番は、それこそ志らくさんとかみたいに 3D のデータを扱ってくれる人がいないっていうのが一番ですよね。結局、お願いするところがいなかったんですよ。今回、はいはい。言ってくれたので、ここまでできましたけど。だから五十嵐さんとしては、依頼を受けたときうん。に うん。3D もまあいけますみたいあ、な前そうそうそう。提で、施工までやりますよっていう。そうそう。そうですよね。うん。それはそうだと思うんですね。ただ、やっぱ設計士さんが作りましたって言ったものが、すべて私たちのデータに変換できるかっていうと、そうですね。だいぶ違いますからね。だいぶ違うんですよ。多分そのだいぶ違うのも、多分知らない。まあそうですね。それは確かにちょっと、なんていうか、見えない部分じゃ見えないですね。そのそうなんですよ。設計で検討していることそと、まあ施工で欲しいデータ形式があう。うるっていうん。か、うん。確かにそれは違うとそう思いますね。なんですよ。それって知らないじゃないですか。そうですね。うん。機械持って施工してるとわかるんですけど、本来これが広まっていくためには、うん。そこがもっと検討するここの人たちがないとそうでですね。きません。うんうんで、設計士さんいるんですけど、うん今、この日本の中にいる設計士さんの中で、私たちが欲しいデータを作ってくれる設計士さんが、はい。果たして何人いるでしょうか。そうですね。それはむずいですよね。そうなんですよ。多分そこも、多分難しさがまだ伝わってない。うん。うん。だし、そこまで設計者は、まあ、基本的には、タッチしないっていうのがちょっと、前提だと思います。今回、ですね、皆さんに分かりやすいように伝えるとですね、今言ってるのは多分施工図と、実施設計図の違いみたいな感じで、施工図よ、施工図が 3D モデルになってるんですよね。3D プリンターの場合は。そうです。だからそのデータを一体誰が作るんだみたいな話だと思いますね。なるなんで、土木とか、ほど。ああいうちっちゃいものだったらもちろん私たちでもできるわうん。うけです。ん。見てこれぐらいの大きはい。さですねってできるんですけど、設計になると必ず建築法があって、そうですね。なんとかがあって、で、そこを全部クリアしたデータが欲しいわけですよ。うん。そうすると、それはそうだ。設計したものとうんうん。私たちが欲しいものと、あとここに 3D にするっていう白くさんみたいなお仕事がないと、結局はい。通らない。そう、だからうちはね、3D プリンター頑張ってほしいなと思そうってますよ。そうですよむしろね。流行ってほしいなみそうたいな。そうですよね。私たちもなんか、そう。ここの人たちがいないと、私たちはできないっていうことを知ってもらわない限うん。りは、なんか、ね、変な話、設計したらできるんですかって言われるんですけど、そこの説明も、うん。まあ、めんどくさいですしちょっね。と、なんていうかな、ちょっと説明も私たちもしづらいところもあっうん。たりとかしていまて、し、言ったからってまあ伝わるかって問題があるから、それはなんか、まあ設計したらできますよっていうふうそうなんですに言えた方がね。いいですよね。で、そうなんです。設計のデータ引き取ってもらっうん、て、まあ施うん、工図に起こすときに、うん、これだと、単純にまあなんかわかんないですけど、このパーティングじゃねえ、うん、このドラフト角度とかうが、なんかすごいん、急になってて、うん、これだとプリントできないんはい、で、はい。もう角度をちょっと直しますよみたうん、いな、うん。そういうなんか調整というか、そうなんですよ話し合いができたね。りするといいですよね。うん。一番その連携が取れるっていうところがは一番で、なんで、私なんかは特に自分でその設計士でもないですし、その、もともと 3D のね、ソフトも達人ではないわけうん、なので、本来だったらそれぞれ分担してこううまくいってくれたらいい。そうですね。うん。なので、今回はその立てたことをもとに、うん。ただオペレーションをするっていうだけではなくて、はい。実際に作れるとこまでどういうことをするのかみうたいなのん。は、やっぱ広げるような、そうですね。軸は作っていきたいなと思そうですよね。だからまずは甲子園で優勝う。を目ね、して指しね、て、本当に。甲子園優勝するとどうなるんですか？なんか総務大臣賞みたいなのもらえるらしいですよ。さあ、総務省企画なんですか、それ。総務省企画。あ、そうなんじゃあ結構そう。でかいね。総務省企画そうで、するとなんかお墨付きみたいななんかもらえるんですかね、ね。そうすると、こう、ちょっと認知度もこう、広がるじゃないですか。確かに。でも出てるだけでも、なんかもう結構すごいですよね。だって、そう。何社かですよね、きっと。そう、なんか地方大会を勝ち上がっていくみたいな。でも47都道府県でやってるんですか？一応なんか、東北地方、北海道、じゃあ、まあもうちょっと、あれですよね、分類がなんか大きいってこと分類ですよね。が、なんか、何地まあ、域かわかんない多くても10ですけど、社とかそれぐらいか。で、そこから立ち上がった人たちが今度東京で集まりますみたいな。えなんで、楽しいですね。
大学生の部門と起業家の部門があって、大学生の部門はそれぞれこう、今の段階で考えてるもの。会場決まってるんですか？ビッグサイトとかでやるんですか？あ、いや、丸の内でやる。じゃあちょっとそれ、ちょっとね見たいですね。いい感じにちょっとブラッシュアップしないといけない。そうですね。いや、でも、まこの事例あるの結構でもあ、強くないですか？そうなんですよ。なんか見てもらうものがあるっていやいうか、ー、そうですね。で、今回、なんだろう、もう二十数歳ぐらい、あいろんな企業さんが入ってもらっーて、うん作ってる、で、協賛してもらったりとかしてるって、みんな興味あるんですよ。そうですね。それの事例にもなってるので、興味あるけど、やってみたいと思ってる人は結構いるよっていう。何分ぐらいなんですかあれが。ピッチはだいたい7分。7分か。はそうか、結構短いな。なんか、だいたい5分から7分。そうですね。ま早くしようね。あ、まあでも、ああいうタイムラプスみたいなやつで、結構あれはインパクト強いなって気がしますね。成功。そうですよね。本当、今回建てましたって、2階建てできましたって、メーカー側の中でも、やっぱりこんだけ衣装にこだわったものってあんまり建てた国がないんですよね。久保田さんの方でもそこでも、やっぱりかなり衣装的にこだわったところもあるし、あと日本の中で建築法が厳しいっていうのはメーカー側も知ってる。で、そこで住宅が2階建て建てれたっていうのは、やっぱりメーカー側も推してるというか、っていうところもあったりとかして。ちょっと熱いですね。っていうか、なんか、コボドが結構あれですよね。いろんな世界の、なんか、繋いでくれよっていう感じはちょっとありますね。結構、なんていうの、こう、3ヶ月に1回ぐらい、全世界のカスタマー全部つなげて、やってるんですか？やるんですよ、会議。そうなんだ。そうすると、大体3時間ぐらい、そのいろんな事例を共有して、こういうことやってますよ、こういうことやってますとか、なので私たちが例えばわからないこと、こういうことをどうしたらいいですかっていうところを、聞いたりとか。これとかいい資料でしたね。そうですね。そうですね。組み立てる順番がちゃんと。結構やっぱり普通の一般住宅やってると、手順がわからない。いや、そうですよね。手順がわからない。いや、わかんないと。じゃあちょっと休憩とか言ってるけど、でも休憩とか言うことによってなんか、あれですか、なんか楽なんですね。リラックスする。じゃあ、あれですね、五十嵐さんの、その、木津記者を立ち上げるまでの、なんか、話はちょっと聞きたいです。その、なんか資料あるんですか？その会社説明の会社説明はね、まだきちんと作ってないんですよ。っていうのも、さっき4年前にしてって話がありましたですか。で、それは、ちょうど父が亡くなったの5年前なんですよ。父がお父さん亡くなりまして、さあどうしよう。お父さんが会社やってたんですか？なんか名古屋で会社やってて。やってたんですか？建築系の？なんかね、仮設のリースの会社やってて。さあどうしようみたいになって、で、私自分で継がなきゃいけないなってなって。お父さんの会社を。そうです、そうです。ちょっと待って、10年も。こいつから取って。なるほど。で、さあどうしようってなって、で、なんか私は全然業界が違うわけですよね。まあそうですよね。まあちょっと、前はどこで何してたんですか？前は、建築ではなかった建築はなかったです。はい。で、ちょうど2000年にシステム会社をやってて、2000年からシステム会社をやってて。自分がですか？そうです、そうです。システムの会社そもそも経営されてた？そうです。ちっちゃい会社をやってて。で、それの時にやってたんですけど、まあ、多分こういうのが出ると、なんかこの人って誰かなって多分思うじゃないですか。で、多分私も、なんかいろいろこう、なんかググるとですね、多分鍼灸師が出てこないんですよ。そうなんですか。鍼灸師が出てくる。五十嵐さん。はい。調べていいですか？調べるとですね。っていうか、鍼灸師だったんですか？鍼灸師が、理科の理が違いますよね。理の理に、香水の香ので、
理ってこっちの理ですか？あ、理科の理。理科。理あ、に、理科の理がこっちですよね。あ、応辺がついたそうですね。そうですよね。はい、はい。で、薫ですよね。こうする、こうですね。はい。そうです、そうです、そうです。あ、でも、これが今はそう、一番上にそう。ね、出て来てますね。くるね。なんかそれが出てくるようになったんだけど、嬉しいんですけああ、ど。そうですね。あ、ではい。も、会社名もあ、一番上に出そう、て出きますね。てきますね。なんか、そこおから出てくー。るかな。あ、なんか、新旧って、私の Facebook とかも多分そうなっちゃってるんですよね。ああ、なるほど、なるほど。あ、でうん。も、もう新規は消されてるか、え、埋ないかな、もれてますよ。埋もれてますか？あ、よかった、よかった。ほとんどそれに出てきたんですけど 3D プリね。ンターの、ほあれに、とんど、ほとんどそれになんか、おー。消されてるっていうあ、か、埋もれそうですね。そうでてる。すね。埋もれてますね。もう今 3D プリンターがあ、ちゃんと埋もれてますね。上に来てますあ、本当し、だ。あれですね。来てますよ。私自身は、なので、はい。その、ちょうど10年前に、はい。出ませんけど、みたいね。な。なんかカット。システム系はい。をやってて、あ、じゃあ、その10年前ですよね。はい。ディープラーニングがめっちゃ流行りました。機うん。械学習が流行ってきました。流行りましたね。という時もあって、あ、これはもう私は生きる道がないと思うわけですよ。ああ、システムを作ったときに、それをやるような、なるほど。結局これって、今まで私たちがやってきたことって、もうこの、結局できるわけですよね。AI たちが、できる、もあう10年前にもう来るだろうって思うわあ、けですよ。あで、そうなってくると、自分のような力ぐらいのものだと全く太刀打ちできない世界が来るだろうって。そうすると、私まだ死ぬまでに時間はあるああ、なるほど。うん、ちょっと逆算すると違うことやらないとまずいな、みたいな。ポジショニングをちょっともう一回整理しないとね。整理しよう、みたいな。あで、コアなことができる人はもちろん残うんっていけるけど、そうですね。IT なんか特に早いのああ、で、早いですよね。そう。で、思ったのが、よしとか思って、なくなってない技術をやれば私は最後まで生きていけるだろうそうですね。と確かに。思って、途中で鍼灸師になろうと思って、なるほど。はいまあ AI とかできないですね。 AI できない。そう、という学は、なんか、ああ、何千年の歴史、あと20年くらい持つだろう、みたいまあなそうですね。のがあっあ、て、それ鍼灸師になったと。その鍼灸天師っていう風に、天正氏敦っていうところで学校行って、一応国家資格なので、どれぐらいでなれるもんなんあれですか？3年行かなきゃいけないんですよ。あれちゃんと専門学校に、朝から学校行って、で、勉強して、で、卒業検定受けて、あなたいいですよって言われないと国家試験受けれないんですよ。針っすよね。針と、なんかお香じゃないか。お灸お灸か。お灸を置いたりする。お灸。で、私はもう一個、あんまマッサージ指圧師っていう、こう、指圧の指圧とあんまと、全部バラバラなんですよ。あんま、指圧、マッサージ。資格がバラバラなんですか？一個の主義ってなってて。あ、なるほど、なるほど。なんで、この主義の中には、あんまもやるし、指圧もやるし、マッサージもやるんです。で、これで一個の主義。これで一個の国家資格なんです。なので三つですね。針師、灸師、あんまマッサージ指圧師っていう、この三つ。それは今はやられてないんですか？副業でやってるみたいな感じ？今は、家庭留学みたいに、家族にやってます。家族にやるみたいな。家族にやる。なるほど。で、それ学校3年。贅沢だな。そう、3年行って、で、資格を取りました。今試験受けなきゃいけない。全部取りました。で、その後に、遅咲きなので、ちょっとこれみんなより遅いよなと思って、その鍼灸師としてのキャリアみたいなデビューがってことですね。ってことは、よしと思って、また2年学校に行って、またそれはまた別に教員免許を取る学校があるんですよ。何の教員ですか？鍼灸師の。その前は国家試験の、あれってことですか？そうです。3つ、針師、灸師、マッサージ、指圧師取りました。取った人が今度、教員免許を取る学校があるんですよ。で、教員免許ってまた2年行かなきゃいけなくて。5年 ?5 年医者みたいになってる。5年行ってんですよ、5年。やばい。そう、5年行って、で、最後、教員免許、要は鍼灸師の学校で教えれますよっていう免許を取る学校があるんです。で、それを一応取って、それも、すげえ。そう、学校行かないと取れないので、取って、じゃあもう私学校に勤めて、学校の先生みたいにできるわけですよね、一応。ってなったんですけど、その年に、ちょっと父が亡くなって、さあどうしましょう。なるほど。じゃあ、実際に開業とかする前に。そう、私はもうアルバイトで、その間はもう、免許取ってからはアルバイトでできるので、なんか、違う施術所さんに、そうか、そうですね。所属したりとか、
そうそう、ちょっとこれ載せるかどうかわかんないんですけど、あの、Facebook には載ってるんですけど、あの、AV 監督とコラボするみたい新規でしょどういうことですか、それ。な。なんか、あそれは、そういう、あれですか、コンテンツというか、コンテンツっていうか、企画があったってことですか？企画が。で、その監督さんがやっている、元 AV 監督さんがやってる、モテ男を作りますセミナーをやってる監督さんがいるわけですよ。はモテ男を作る。は要はモテない男の人をモテさせるみたいな。なんか最近もそういうのなんか流行ってますよ。あるんですよ。なんかありますよ。男が男をプロデュースするみたいあ、なそうそうのありますよ。そうそう。それの AV 監督が、はいかにモテる男を作るのかっていう、やってるところがある。そこが接続してるのか分かんないですけどね。AV 監督がモテるのかみたいな。そうそう。女性の気持ちが分かる。分かるのかみたいな。そう。っていう人がいて、そこで男性集めて、やっぱりこうモテ男を作るわけですよ。時に、じゃあ、針でできることなんだってなるわけですよ。ちょっと、まずめっちゃ謎なんですけど、そのモテる男を作るために、その監督は、まず針だろうみたいな。なんか、その中では、例えば女性のエスコートの仕方とか、がいろいろあると。いろいろいっぱい、その女性をどういうふうにそのエスコートしたりとか、どういうふうにお話をしたらいいのかとかっていうのは、あると。あると。中で、なんか、じゃあなんか一回コラボするのも面白いよね、みたいな話になって、もともと知り合いでみたいな話。そうです、知り合いになってて。なるほど。で、なんか、針やってんだみたいな。針やってんだってなった時に、じゃあなんかコラボしたら面白いよね、みたいになって、針何できるのって言うから、もう普通に施術はできますみたいな話してて、そっか、施術かって言った時に、なんか男性機能はどうなのみたいな。別に普通に施術ありますよみたいな。じゃあ機能改善やりましょう。まず来てるやつらは機能が不全だみたいな前提なんですか？ひどすぎる。そう。なんか悩みはありませんから来るんですけど、なんか、じゃあ悩みがありませんかって聞くと、なんか私は施術側にいるか、先生側にいるから、結構みんな、悩みがあるんですね。それぞれ悩みがあって、それはもう本当になんか施術として聞くから、でも本当に実際に来た男性たちはそれなりに悩みを抱えててみたいな。そう、普通に。そうなんだ。なんかなんだろうな。男性としての機能もそうだし、なんか最近腰が痛いんですよっていう人もいるし、シンプルに肉体的にもいるし、で、そういうのをこういろいろヒアリングして、じゃあ男性機能改善やりますみたいなイベントやって、なんか針打ってやるみたいなことをして、そうするとキャッチーじゃないですか。キャッチーですね。でも別にそのキャッチーなことをしたいわけじゃないけど、鍼灸って本当にいろんな適用範囲があるので、そこを知ってもらいたいっていうのがあったので、なんか一つの、目玉じゃないですけど、キャッチーだし、みたいな、そんなことできるのか。それも今でも多分、ビジネス成立すると思いますね。企画としては。企画ですね。いや、なんか多分困ってる人いると思うんですけどね、世の中に。なんか別にそういう、こう、機能的にダメっていうわけじゃないけど、やっぱり自分の抱える年齢もあるので、いや、あると思います。年齢的なところを普通にちゃんと問診してもらって聞くと、なんか話しやすいみたいで、誰に相談していいか分かんない。いや、そうだと思う。相談する相手がいないし、相手も別に解決策を持ってるわけじゃないし、誰に行くんですかみたいになっちゃうと、そこはもっとフラットに問診して、じゃあこういうことだったらこういうふうですねとか、いろんなこう施術があるので、したりとかするっていうのは、本当鍼灸の施術の中の一つとしてあるので、それを伝える施術をする。そうなんだ。こうやったりとかして。なんか本当、針とかはそういうふうになんか、違う施術さんに所属したりとかコラボさせてもらったりとかして、なんか活動はしてたんですけど。なるほど、なるほど。なんで、結構私は、なんだろうな、針は遅咲きだったけど、すごい自分にとってはいい経験っていうか。なかなかそういうことやってる鍼灸師さんもいるんですか、中には。なんかもう男性機能います。本当にそこに本当特化してる。特化してやってる人いるんだ。し、本当に針っていろんなことできるから、美容に特化してる先生とか、そういうこう施術に機能的なところとか、オールマイティにやる先生もいるし、なるほど。それぞれいるんですけど、私は途中でなろうというか、教員免許のところ行った時は、本当は
企業内で新居したかったんです。企業新居したかったんですね。企業さんに行って、産業医みたいにああ、なるほど、なるほど。福利厚生的なそうです、感じのところですね。あれをやりたくって、なんか卒業論文はそれを書いたんですけど、だけどそれが身近に相談できる人が当たり前にいて、体触れるのってドクターか鍼灸師ぐらいしかいないんですよ。ああ、なるほど。結構すごいですね、それ。そうなんです。本当は鍼灸師ってちゃんと問診もするし、お話もちゃんと聞くし、ちゃんと施術もできるって、お医者さん以外いないんですよね。そうですね。なんかでもいいですね。会社としての福利厚生は、まあ、なんかあれですよね。そのメンタルケアとかと同じような感じで、なんかありそうな気がします。なんで、それがこう常に会社にいて、辛い時に行くみたいなとか、まあ、当時、ちょっとスピンオフの話になっちゃうんですけど、アメリカってもうパワーランチって言って、そのストリートを、なんかボール街の人たちは、パワーランチって言ってばーってご飯食べたら、そういう新居やってくれるところに行って座ってパーって針もってもらって。そんなのあるんですか？あるんです。当時もう本当に何だろう、7、8年ぐらい前にそのニューヨークなんとかこういうあるじゃないですか。あれにちゃんと記事になるぐらい、パワーランチって言って、パワーランチって言って、ある一定の層の人たちって自分のメンテナンスをしてるに針行って帰ってくるんですよ。まず飯食ってエネルギー蓄えて、で針打ってもらって、循環めっちゃよくしてみたいな。帰ってそれが海外だともう当たり前になってるのが記事にも特集化も。そうなんだ。ちょっと知らない世界すぎたな。そういうのもやっぱり進んでる。受け入れられやすい。ネット医学なんて日本みたいに怪しいと思ってないので、なのでそこが結構進んでいたので、日本もそうなったらいいなと思ってやってたんですけど、まあちょっと継がなきゃいけない。まあ、そうですね。まあ、とりあえずだから一旦、あれですね、もし福利厚生で、欲しいなっていう方がいたら、五十嵐さんにちょっと相談してみると、なんかつなげるかもしれない。仲間いっぱいいるから。つなげられるかもしれない。こんなことできますよっていう会社さんがいたら、いっぱい仲間がいるので、してもらったらいいなと思います。わかりました。じゃあ、一旦じゃあ、鍼灸師は置いといて、で、お父さんが亡くなられてしまって、ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。